今は、スペインのカタルーニャにあるシウラナという岩場に登りに来ています。町としてはすごく歴史のある町だと思います。岩場の一番上に小さな集落があるんですけど、かなり昔から人が住んでるっていうのはちょっと勉強した時に書いてありました。クライミング自体はおそらく1970年とかにはもう始まっていて、かなり古いルートが残されてるクラシックなエリアという感じですね。エルパティには最も有名なのがラランブラ、ラモン・ジュリアンが所陶して、僕は中学生ぐらいだったかな、それをこう雑誌とかで見て育ったので、すごく印象的なエリアですね。僕はやっぱりクリス・シャルマっていうクライマーのことがすごく好きで、彼がスリーピングライオンを登ったっていうニュースと映像を見た時に、わあこれは僕もやってみたいって強く感じたのが一番大きな理由です。ワクワクしたし、自分も頑張ったらできるかもしれないっていう感じを受けたので、それからスリーピングライオンやってみたいっていうふうに思い始めましたね。That was my best goal with this sunny, humid, no wind condition. That's good. 2度目の遠征の時に登れるとは思ってきてなかったんですよね。まだ自分の体が難しいルートに対応できるところまで来てないなっていう中でのチャレンジだったので、パートパートをつなげていければいいなとは思ってたんですけど、一番最初のムーブがずっとできなくて、強いクライマーが何をしているのかっていうのをちょっと真似してみたんですよね。例えばアレックスがいつも人参を生で食べてるんで、あとクリスはいつもプサープサーって言いながら登っていくんで、自分もプサーって言ったら止まるのかなとか、人参は美味しかったし、クリスのプサーもなんか気持ちいいし、やっぱどれもやってもやっぱうまく止まらなかったですね、あの一手は。これは強くならないといけないなという印象を受けて帰ったんですけど、今回、3月に来た時は僕よりも先にステファノがスリーピングライオンをトライしていて、で彼がそのランジのパートは左足と右足両方乗ってて、右足がランジをした時に残ってたんですよね。でそれをやったらもうすぐそこができたんですよ。朝だいたいまず起きて1時間ぐらいヨガを部屋でして、それからコーヒー飲んで朝ごはん食べて岩場に行きます。今回は5人の、日本人のチームで来ていて、みゆきちゃんは僕の妻ですね。クライミングはそんなにしないんですけど、こういう岩場とかによく一緒に行って鳥に餌をあげて声をかけて友達になってますね。
スリーピングライオンは結構大きい動きとか印象的な動きがあるアイコニックなルートだと思うんですけど、実際の内容はすごくコンティニュアスな持久系のルートなんですよね。ルート自体は最初に2段ぐらいのボルダーがあって、もう完全に座ることができるテラスに立って10分ぐらい休みます。まず最初の台の止めてからは、動きが大きいんですけど、難しいセクションを越えてちょっとした小さなレストポイントがあります。そこからが15手ぐらいかな、ずっと休めないセクションに入ります。しばらく、落ちないんだけど苦しいセクションが続いて、一番傾斜が強いところで大きい右手を出すランジが出てきます。落ちるのが怖いんです。ここは結構精神的に辛いセクションです。そこからの5手ぐらいが僕は一番苦手で、すごい小さな価値を持って、ハイステップしてめちゃくちゃ小さいホールドを中継して価値を持ってドロップニーをしてポケットを持って足を踏み替えてバン。今回のツアーでは超えられなかったところなんですけど、一番難しいです。その後10手ぐらい優しくなって休んで、結構トリッキーなヒールフックをして3手本当に小さい価値を持って大きく動くセクションがあります。ここも結構難しいです。そこから6、7手が最後の確信で、そこのセクションでホルヘとかクリスは多分10回ぐらい落ちてるんですよね。ただそこのセクション自体はそんなに難しくないんです。ただ下から来た時にどれぐらい難しいかっていうのはちょっと分からなくて、そこでガバに来て休んで、上は 8A ぐらいです。よく聞かれるんですよね、ライオンが起きたかみたいなの。でも猫がやっぱり好きだし、自分猫っぽいなと思っててスリーピングキャットかなっていう僕はお肉食べないので、シーフードとか卵とかチーズを、よく食べるんですけど、スペインやっぱり海が近いんで、魚介類すごい美味しいんですよね。なのでもうレストビーになったら、タラゴナまで行ってフィッシュマーケットで美味しそうな魚を買って、で夜調理するっていう生活をしてましたね。ツアーが20日間ぐらいなんですけど、今日が最終日で、ここまでで多分5日ぐらいしかスリーピングライオンできてないんですよね。ほとんど、雨の日が多くて岩が濡れてる時間も長くて、本当にチャンスが少ないトリップだったんですけど、昨日が今ツアーの最後の、スリーピングライオンチャレンジできる日だったんですけど、ついてみたらびしょびしょだったんですよね、スリーピングライオン。Those days makes me feel more excited. I don't know why. 湿度 100%、 日本のなんかレイニーシーズンにいるような日だったんですけど、絶対今日はチャンスが来ると思ってとりあえずウォーミングアップして、でも正直本ツアーずっといいコンディションが続いたとしても登れたかどうかっていうのは本当に分からなくて、最初の頃は天気が悪かった時に、これでできなかった時の言い訳ができるなって思ったりもした。なんかそういう弱い自分も今回観察してた。楽しい帰るのが嫌だこう自分の中ではすごくスリーピングライオンとのなんか一体感がすごい上がってきてるのに、この雨で登れないっていう寂しさというか悔しさというかフラストレーションが今はすごく感じますね。今日ダメ
湿気がすごいね。楽しい一日だったかな。あんな日もありますね、やっぱり。天気予報は僕のことを考えてくれてるのかな、でも考えてないと思うんで彼ら。特に今日なんかもうこれで終わりなんだっていう感じがもうこの土砂降りの雨で目に見えてるので、結構悲しいっていうか、やっとルートと仲良くなれたのになっていう感じですかね。もちろんもっとトレーニングしてなんか登れるようになっておきたいんだけど、なんかそれ以上にいろんな緊張とか、自分の欲望とかをこう手放して純粋にスリーピングライオンと触れ合ってみたい、そういう時間を次のツアーもっと持ちたいっていう、登り切りたいっていう気持ちとは全然違う気持ちですね。なんかわかんないですけど、不思議な楽しみ方を今回発見してますね。今回が4回目のスリーピングライオンに向けたトリップだったのかな。あれちょっと待ってね。1回のケンジさんと来て、そう今回が4回目。はい、貼ってください。なんか久しぶりっていう感じ。1年ぶりだからね。はい、貼ってください。もう初日からすごい感覚は良かった。なんか体が軽くてすごくホールドの持ち感が良くて好印象でしたね。最初の10日ぐらいで最初の10手を終えた後のスローパーから終了点ぐらいまでつなげられたらいいなっていうのはあって、それができないと逆に今ツアーじゃ登りきれないなっていうふうには思ってましたね。やっぱりこのツアーを重ねるごとにスリーピングライオンに対する思いっていうのも強まっていって、かなりフラストレーションは感じてた。ポケットのところはもう結構できるようになって、その後次のレストポイントから細かい価値の4手、あそこがすごい苦手で、そのスローパーから終了点までリンクできた時は、このルートは登れるって初めて感じられた瞬間でした。あれは本当にギリギリのトライだったんだよね。もうFrom now it starts, but I feel like
Yeah, I sent something, but yeah. シューラノの天気予報を見てるとなんか2日ぐらい雨が降るみたいな予報だったんだけど、だんだん悪くなってって4日ぐらい雨が降る。最初の2日間ぐらいがかなり雨量があって、すごい輪が濡れちゃって、しかも全然乾かないというか、最も調子のいい肉体の状態を常に維持してたから、もう精神的にもこのなんかいい状態を維持し続けるのがもうそんなに長くはできないっていう限界が来てた時だったんですよね。きつかったですね。なんかもうそろそろ乾いたかなって言って行くたびにびしょびしょでボタボタ垂れてて、まだ登れないのまだ登れないのっていう日の連続で絶望を見たというか、これからもう3日4日はもしかしたらずっと濡れてるのかもしれないと思って、きつかった。あれは本当にきつかった。もう諦めたくなってたね。でもその後太陽がバーッと当たって突風が吹いたら、もう2時間ぐらいでバーって乾いちゃって、ってなって、急に緊張してきた。すごいびっくりして、もうこれでスタートできるっていう感じで、そのままその日ちょっと久々にホールド触ってブラッシングしてちょっと動きをやって、まだ上が濡れてたからその日はトライはしなかったんですけど、ようやっとスタートできるっていうところに来た感じでしたね。もう天気予報でなんか強風注意報みたいな黄色だったりオレンジだったり濃いオレンジのマークが出てて、これは今ツアー中最もコンディションのいい日だっていう天気予報で、これはこの日を逃したらもうないかもしれないと思って、もう今まで感じたことのないフリクションがこう全てのホールドで感じられて、これはいけるっていう強い気持ちになって、それがこう積極的すぎたんだろうね今日フリクションいいしマジでもう今日いける気しかしないみたいな感じだから、全ての動きが簡単に感じて、うわーってこう登ってったら多分体が浮いちゃってて足が滑って、あれみたいな、しかもこんな分厚い足でなんか子供でも滑んないでしょっていう足で足が滑って、ちょっと落ち着け、俺落ち着けって思いましたね。This fruit is laughing to me. She's playing a bit with me. Let's do it again. I'm psyched. でももう湿気た空気になってきてる。風は止まってきてる。どんどん日は暮れていってる。やばい、どうしようってあのあとまだもう一回チャンスあるかもしれないと思って準備し直した時に、まだ風は吹くっていう直感がこう降りてきてて、それならじゃあもう一回やろうっていう感じで、とにかくこうもうできるいけるっていう焦る自分を落ち着かせようっていうことに集中して、すごい難しいんだよね。いきなり最も難しいムーブで始まるルートだから、すごく強い気持ちを持ってスタートしなきゃいけないんだけど、こう自分を引っ込めるでもなく、そこにある爆発的なもうモチベーションとエネルギーを持ったまま落ち着いてるっていう絶妙なバランスを多分その瞬間掴んだ。
クライミングって努力して本当に一瞬の感動、一瞬の喜びのためにこう頑張って、なんかその努力した分に対して得られるもの少なくないと思って。でもどうだろうね、実際ね。今なんだろう、全く別人になったような気持ちがする。スリーピングライオンを登るのと登らないのでは人生が全く違うと思う。割に合わないなって思う時もあるけどね。やっぱクライミングはいい。やった、ほんとやったわ。ありがとね。ほんとありがとう。一緒にいてくれてありがとう。Oh, Jorge. Thank you for coming. I thought it's your voice. Yeah. Oh, thank you. Thank you.